人としてとか、なぜ仕事するかとか、根本的なところを話してくれる、人っていうのがやっぱりいい人材育てれる可能性高いなと思ってますと。僕もいつも言いますけど、トライが大事だと。森社長、最近ですね、管理職になったんですけど、部下の子たちに何をまず教えたらいいのかっていうのをすごく悩んでまして、はい、森社長だったらどんなことをチームメンバーに教えたりとか、そういった教えてることとかありますかね。まずやっぱり入社した後、ものすごく大事ですよね。割と皆さん入れる人がいいか悪いかとか、そういうところばっかりに結構目がいくなと思ってるんですけど、僕が思うに一番大事なのは入った後。なんでかっていう話をすると、入社後の期間であれば転職とか就職して頑張ろうとかすごくモチベーションが上がっていて、話を聞くタイミングなんですね。じゃあどんな話をするのかっていう時に、まずポイントとしては人としてとか、なぜ仕事するかとか、根本的なところを話してくれる、人っていうのがやっぱりいい人材育てられる可能性高いなと思ってますと。僕もいつも言いますけど、トライが大事だと。なぜ働くかとか目的とかそういうの大事なんですけど、新入社員の時っていろいろやり取りして採用になって内定出されて、すごくワクワクしてますよね。なんでこの会社で働くのかとか、僕は何を目指すのかとかものすごく考えてますと。で研修入った後に行ったりすると、いい話もいっぱいあるし、すごいワクワク高まるわけですね。でこれ一回実務に行くと、それまでなぜみたいな部分とか目的とか目標とかすごいことをやっていたんですけど、結局何をするか、どのようにするか、What とか How に行くわけですよ。研修も最初は Why をすごいやるんですけど、どんどん進むにつれて何をあなたはするのかとか、どのようにそれをするのかってなって、配属された最初の時は How ばっかりなんですね。朝何時に起きて何時に会社着いて私は何をしてみたいな、みんな Why を忘れ去るんですよ。その Why をやっぱりちゃんと一番大事だよということを最初にちゃんと教えてくれるというか、大切にしている人っていうのがすごく大事だと思うんですよね。やっぱそうでないと結局ハウ人間になっちゃうというか、どのようにやるかばっかり考える、何をどのようにやるかと What と How ばっかり往復人間になっちゃうんですよ。だからこの仕事って自分に対して何の意味があるかとか、例えばじゃあうちで言うと、お客様に対してこういった対応をするとか、お客様に対してこういう気持ちで臨むとか、そういうことがやっぱ大事ですけど、それを忘れて What と How ばっかりの往復させちゃうと、何のためにお客様にいい対応をするかとか、何のためにお客様に対してこういう姿勢で臨まなきゃいけないのかとかっていうのを全部忘れ去られちゃうわけですよ。これどの仕事でも多分そうだと思うんですね。だから何のために自分はこの仕事をしているのか、何のために今一生懸命働いているのかっていうのを忘れちゃう人がとても多いっていうのは、上司とかがそういうことを言わないとどんどん忘れ去られていって、それこそロボットみたいな人間になっちゃうんですよね。なので僕はやっぱり新入社員に関してはしばらく毎日報告とフィードバックやりましょうと。もちろん上司が望ましいですけど、どうしてもいない時とかは先輩社員とか巻き込みながら、必ず実施するってことがやっぱ重要であると。そのフィードバックの中で教えるべきことっていうのは、会社として大切にしていることの優先順位とか、例えば当社なら顧客満足というものが最も優先であると。そして絶対にやってはいけないこと、そして姿勢や行動のルールとかを刷り込んでいくわけですよね。でそれの中で人としてとか、仕事ってどういうものかとか、そういう根本的なところを教えるというか、学ばせていける人が優秀というか、いい人材を育てることにつながるなと思っていますよね。ちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけども、昔それこそ、平成の時代とかだと、上司が毎日新人はトイレをできるだけきれいにしろとか、オフィスの掃除は誰よりも早く来てやりなさいとか、割と強制的に言われて、ある種やらされていた時代もあったと思うんですけど、今ってなかなかそういうのを、会社としてはあまり言わなくなってきた部分あるんですけど、実際そういうのって人材の育成につながったりするって森社長は思ったりされますか？めちゃくちゃつながりますよね。よく言うのが、結局人間感情があって思考があってで行動があって結果があるじゃないですか。さっき言ったその Why とか What とか How とかっていうのは、僕なりにいくと Why って感情とか思考なんですよね。で行動が、結局 How になる、What とか How になるわけですけど、昔っていうのは本当に、昔はおそらくですけど Why があって、こういうことをするとこういうことがあるよと、こういうことをするとこういう意味があるよっていうのがもともとあって、どんどんWhat と How になっていったと思うんですけど、What と How しか言わない人が増えちゃって、で
でそれがおそらく新人の時は誰よりも早く来いとかトイレの掃除をしろとか、そういうことになるわけですね。これがだからWhatとか How ですよね。Whatとか How しか言われないとなぜそれをした方がいいのかって伝える人がやっぱ少なくなっちゃったと思うんですね。ちょっと昔の時代やっぱり自分で気づかなきゃいけなかった。でも強制的にさせられる、プレッシャーかけられるとか最初は嫌々ながらみんなやるかもしれないけど、その How とか What とか繰り返した中で、でもなんでこれってやるんだろうなと。で気づく人が結果を出していったりとか出世していくと、こんな構図だったんですね。でも今おっしゃるようにWhatとか How 言われるけど、てかなかなか言われないし、で Why も言ってくれる人いないんですよ。やっぱり Why を言ってくれる人が先ほど言った話になるわけですよね。だから僕がこう思うのは、やっぱり掃除ってした方がいいですよね。なぜかっていうと、僕が会社でやってるのは気づきの練習なわけですよ。掃除をするっていうことは細かいところに気がつく人になる訓練であると。仕事をする上で整理整頓されてない人ってやっぱ仕事できない人多いですよね。例えば極端な話分かりやすく言うと、パソコンとか自分のバッグでもあれどこだっけ、あれどこに置いてたっけ、こんなんで探す時間とか考える時間で結構な時間使っちゃうんですよ。整理整頓されていればすぐにあれどこだっけ、あここすぐ終わりますね。これの繰り返しって結構やっぱり響きますよ。その分だって行動できる時間が増えるし、とにかく余計な時間を削減できるわけですね。だから掃除をするっていうことは整理整頓が上手になりますし、気づくようになりますよね。あここは掃除されてないなとか、あここほこりがあって気になるなとか、気づきの練習になりますよね。とこれは狙ってやるわけじゃないですけど、正直やっぱりそういう人を周りは見てますよ。継続してやってる人のことをやっぱり見てますよね。気づかないうちに実はこれ信用を貯めてるんですよね。でそういう人に機会とかチャンス出てくる確率はどんどん高まりますよ。だから例えばじゃあ掃除をしていい点っていうと、気づく力が養われる、そして整理整頓力も養われる、そして実は知らない間に信用力っていうものが見えないところで溜まってると。これでいつか大きなチャンスが来ると、可愛がってもらえるとか気にかけてもらえるとか、何かチャンスがあったら声かけられるとか、誰より朝早く来るっていうのも同じです。時間を守るとかやっぱ準備するとか、ものすごく仕事においては重要な要素ですよね。それを継続しているっていうことで、決めたことをやりきる行動力があるとか、そういうのを本当にできてる人とかは結果仕事できますよね。やりなさいっていうふうに言ってもらったのが習慣化されて、気づいたらなんかこう成長していくような形ができたと思うんですけど、逆にそれを誰ももう言ってはくれないし、やる人はやるみたいな形になっているので、なぜこれをやった方がいいのかとか、これをやった先に何があるのかとか、そういうのを気づかせてくれる組織だったり、上司っていうのはなんか素敵だなって傍から見てると思います。そうですね。だから最初はやっぱりやれとは言わないですし、どういう風になっていたらやっぱ理想かとか、最低限やらなきゃいけないことはもうルール化するのがいいと思いますし、例えば弊社の東京本社で、今年新卒で入った子とか何人かいますけど、会社として、こういったことが大事ですとか、弊社のカルチャーブックの中でいろいろ書いてあったりするわけですけど、言われたことをやっぱ本当に継続してやってる子って実はいるんですよ。本当にその子はちゃんと朝早く来て、みんなよりも早く来てちゃんと掃除するんですよ。継続するんですよね。やっぱり結果出しますよ。周りの子よりも結果出してますし、そういう習慣とかそういう素直な行動っていうのは仕事に紐づきますし、次なんかもしあったら機会与えようとか思いますし、みんなもそれは気づいてると思いますよね。見てないところでもしっかり継続していくっていうのは、いつでも自分の力に入ってくる、そういう形になるんですね。そうですね。本社長、本日はありがとうございました。はい。改めてになるんですが、優秀なリーダーがチームメンバーに必ず教えていること、改めてまとめをよろしくお願いします。はい。なぜWhyが大事だということだと思うので、しっかりとやっぱり仕事の意味とか、それこそなぜ仕事をするのかとか、人としてとか、根本的な Why をしっかりと日々の業務を通じて最初に教えられる人っていうのが、優秀な人をいっぱい生み出せるんじゃないかなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは現場の様子や研修、そして社内のイベント、そしてビジネスに役立つスキルなど様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの動画にもいいねを押してくれると嬉しいです。ありがとうございました。